ジェンバーボーン。うっかりやらかして汚水に浸かり病気になりながらもアンダー建設のため頑張り続けた我らがビーバー。その結果見事目標の15サイクルアンダーを12サイクルで達成。さあここからは繁栄に注力して突っ走るぞー。でただいまの状況は5日間の汚水期初日。使ってる湧き水の汚水期対策は完了済みで水も食料もだだ余りの楽勝モード。丸太を筆頭に各種資材もギッチギチでございます。単純に保管スペース少ないだけ。トリマ丸太余ってるし、安全な範囲で汚水の源の封印作業をするぞー。汚水川正常化への布石。下のトゲの撤去は病気になるのでこれだけよろ。ビーバーたちの安全が第一。続いて前回使った貯水バルブで湧き水を自動制御で汚水と分離するシステムを構築したいと考えたけどやり方がわからねえ。やるのは自動化の練習してからだー。それは作業始める前に気づけよ。自動化の練習より先に倉庫の整理をやっつけちゃいましょ。試運転してる間遊ばせとくのも無駄だしな。サクッと掘削して地下貯蔵庫の建設を開始。平積みしてる資材を地下使って大量保管だ。地下貯蔵庫が完成したぞ。スクラップを運び出せー。なんか知らんが麦わらかぶった農家さんも運んでるぜ。収穫待ちで暇だったのかな？言わずとも手伝う、心優しきビーバー。で空になった物資置き場は撤去して、こちらも地下貯蔵庫に建て替えします。地味な絵面が続きまーす。地下貯蔵庫を建てたら何を建てるかだって？地下貯蔵庫を建てるのさ。物資ごとに貯蔵施設が必要、地味にめんどい工事であった。そうだ紙も大きな倉庫作らなきゃ。大きな風車とかでそのうち使うもんな。湧き水は水圧で止まるけど、汚水ドレーンは水圧で止まるのかが気になり確認に参りました。汚水だばー。うまく高いところまで汚水を上げてかけ流せば、水車回すのにも使えそうだね。揚水式発電ってやつだな。まあ今のところ作る予定なし。爆薬関連工場建設予定地の平坦化工事だー。旧バージョンの汚水汲める装置がなくなったからそれなりの広さの土地が必要になりそう。そして大きな倉庫が完成し紙の移送を初めて思い出す。ここにジップライン設置しようとしてたことを。思い出すのにだいぶ時間かかったな。ほんと頭ビーバーだな。命の水。命の水が汚水期終了をお伝えいたしました。では栄えあるこの町最初のジップラインステーションを集合住宅前に建設いたしまーす。ラインの最大の長さは30メートル、ビーバーたちの動線を考えて使いやすく設置してやりたいな。途中に塔や桁を挟むことで延長も可能でございます。お、植林場方面にもライン伸ばすのな。丸太は運ぶ機会が多いからね。駅建設予定地隣に丸太用の地下貯蔵庫もホイット。工業区に駅は作らんのか？爆薬倉庫どけたらここに設置するつもり。さいですか。てなわけで爆薬工場の拡張移設にも着手。なお汚水装置本当になくなったのかと他マップ見たらあったわ。なんでこのマップだと使えないんだ？知らん？この世界の神の気まぐれ。さあ皆の者、建設を開始せよー。地味に遠い、ここもジップラインが欲しいな。先に建設始めたのが終わったらね。汚水といえば全ての汚水ドレーンの封印の儀が完了したよ。あとは汚水の湧き水を堤防でも使って塞いじまえば、汚水期も完封できそうだな。ノーマル難易度だし水の貯水も困るほどじゃないから、今後は換気も汚水期も余裕だね。だな。ひっそりと遺跡消滅。まあまだ遠くに遺跡がいくつかあるぜ。ジップライン本日開通でございまーす。オラたちの村に駅ができた。引き続き現在駅前の畑を叩き潰して、乗り換え駅建設現場の整地作業を行っております。爆薬関連施設の大規模工事も、ジップラインが使えるようになればサクッと進むぜ。てなわけで対面に乗り換え駅をホイットな。後を見据えたインフラ整備。接続ポイント見事最大長のジャスト30メートル。これが緻密に計算された匠の仕事です。嘘です、ただのまぐれです。ばらさないでよ。へっへ。爆薬関連特区の駅が完成した。ビーバーたちよ、こんな感じで建設をよろしく。遠心分離機も完備、これで生成物も作れるようになるぜ。続々とビーバーたちが宙を舞い、建設現場に押し寄せております。地味に辛い山登りから解放されて、ビーバーたちも心なしか嬉しそうに見えるぜ。板不足のため停止してた絆の火鉢の建設を中止。大量にあった板の在庫が尽きかけてる。急速な開発に板の生産が間に合ってない。モニュメントに400枚も板使えないよ。丸太の運搬を楽にするためジップライン延長。でも今度は鉄が足りません。生産して蓄次投入だ。邪魔な森板の詰め所を撤去して、さらに奥の湧き水の地点まで延長。
遺跡の解体がはかどるぜ。初期の丸太不足で植えてた松の植林を停止して、伐採終わったら多くに植え替えます。丸太の生産量を少しでも増やそうとする手直し。松屋に採取場の松も少し撤去してここにはメープルを植えるよ。松屋に担当に兼任してメープルの採取もさせる作戦。大して意味ないけど水掘りの葉っぱ下流との段差でここ換気に水たまりになるが、これで植林地の川が乾いても放水できるようになったぜ。まあ多くはすぐに枯れないからなくても平気。爆薬関連特区が一部完成したので移転を開始。原料は目の前、これは作業がはかどるぜ。工業区の爆薬工場は撤去して、跡地は駅になりました。乗り換え駅と接続し、建設作業員がここに資材を取りに来やすいように整備された。板と鉄はねえが丸太はある。堤防作って貯水量を増やすぞー。みんな、丸太は持ったかー。ここを塞げば深さはないが広範囲に水が溜まる。キリキリ丸太を運べー。蒸発に弱いが水量は多い堤防建設。こんな感じになりそうろー。有り余る丸太でサクッと広範囲の貯水池完成。ジップラインをかけるビーバーたちが見えるのどかな景色。遠目から見るとこんな感じでそれなりに貯水量ありそう。潤沢な水にビーバーたちも思わずにっこり。堤防を完成させたビーバーたちにご褒美だ。ダンスホールの建設を許可しよう。毎夜ビーバーがダンスホールでフィーバーだ。隣の段差が気になるのでついでに地ならし、水も食料もあるからそろそろビーバー増やそうかな。ダンスホール建設にかける情熱がなんかすごいけん。我先へと物資を運び込むビーバーがずらー。ダンスホール完成祝いの葉っぱただいま大人はお仕事中、コビーバーが潜入しております。リア充キッズを眺める哀愁漂うぼっちコビーバー。一匹余っちゃったか、これはコビーバーの成長に良くない、将来の黒歴史になりかねん。しかしそんな彼にもお友達が、一緒に踊ってくれるお友達ができたね、やったね。川辺の保養地前にも駅を建設。移動の効率を上げて短い余暇の時間をフル活用するのだ。でさっき爆破したところに住宅地を建てようかと思ってたんだけど、こっちの池の方が映えそうな気がしない？貯水タンクも近いしこっちの方が生活もしやすそうだ。螺旋階段を使った綺麗な建築をしたいけど意外と手こずってる様子。綺麗な曲線を作るには慣れが足りない。面白みは少ないけど綺麗にできました。見た目破綻してない無理のないカーブの階段になった。板400枚いるけど喜びの泉を中央にドーン。としたいけどそこだけちょうど一マス分低すぎて水没しちゃうけん。おい。てなわけで足場で高さ調整しました。無難な処置。意味はないけどたまにはごちゃついた感じの見た目もいいかなと思い、通路部分を無駄に端で設計。ありよりの梨っぽい感じの見た目になりそう。もちろんここの住民のため用にジップラインも完備。川辺の保養地直通ライン。こんな感じでおなしゃーす。水辺1階部分が水没しており、潤いを求めるビーバーたちにおすすめの物件となっております。これは人気出そう。そしたら増築だな。じゃ近場を拡張できるようにここも高さを鳴らしときましょ。倉庫やパン屋とかその辺の増築にも使えそうだ。本日から労働時間は16時間にしてあげよう。やったね8時間も自由だね。ワンダー建設から解放されて、ビーバーたちもいい感じに人生を謳歌できるようになったね。サタデーだけじゃない、毎日がフィーバーだぜ。サタデーナイトビーバー。元ネタは1978年のジョン・トラボルタ主演の映画。って生まれてもねえから見たことねえよ。でもこのポーズだけは印象に残り不思議に覚えてるよね。そんな充実したビーバー性を謳歌した結果、全体の幸福度は28まで上昇。余暇の時間が増えたことで遊べる時間も増えた。もっと遊べる施設を用意してやりたいな。こちらの変顔してるカーミミドは幸福度30、建設速度のバフで120になってるよ。奥にいるアヤジは20で100か、30がバフのラインのようだな。こら無言でコビーバー落ち着くな。遊ぶのがお仕事のこの子らは34まで上昇してるね。多分成長バフとかついてそう。カーソル乗せると出てくるぜ。次は38で 5% 上がるようだ。大人でもこのカビロウは33、速度がちょっと速いね。健康な体を手に入れて仕事の効率もアップだぜ。おっとまた次も水気が来るのか。換気じゃないとできない工事があるから地味に嫌だな。ここの封印したいけどトゲが邪魔なんだよ。お前のビーバーのじゃ次の換気まで覚えてられるか怪しいぜ。お水気のババキャロー。ご通行中のビーバー様方にはご迷惑をおかけしますが粉塵まみれになりつつお進みください。そういや遠心分離機建設したの忘れてた。
しれっと稼働して生成物の在庫もいくらか溜まったようだ。景観を損ねてるお顔がはぁ。地道に削って街が少しずつ見えるようになってきたぜ。生成物が使えるようになったのでトリプルダイナマイトも解禁であります。トリプルダイナマイト、邪魔な丘も一撃粉砕だぜ。さあ汚水機が始まるよ。汚水パイセンシャットダウンボタンをオン。これもそろそろ自動化しようぜ。だね。さて今回は8日間か。1タンクの貯水量が心もとないが、池にたくさん水あるから問題はないな。じゃあ汚水機の間に自動化の施設を建てて、何ができるのかのテストでもやりましょ。そいつは気候ステーションか。どうやら温暖な気候、換気汚水機の気候の切り替えで稼働する施設かな？これならさっきやった汚水機前に汚水シャットダウンも自動化できそうだ。1時間前に起動とかならこのリレー配信とやらを使ってタイマーを連動させればいいのかな？とか思ったら気候ステーションに早く起動の項目あったわ。おい。こんな小さなボタン、私じゃなきゃ見逃しちゃうね。あと上にあるハケのアイコンでカラーも変更できるね。カラーも16進数で設定可能。その気になればカラーの地上へかけるな。嫌だよめんどい。でさっきのリレー配信ってやつは信号に対して論理演算をする施設で、馴染みのない方はなんじゃこりゃってなるので、少々レイム先生の論理演算講座を開講。これは論理演算をベン図で直感的に理解できるようにまとめたもの。色の塗られた部分にご注目。ノットは否定だな、じゃないとき。アンドは〇〇かつ、例を出すなら安いかつうまい場合のみ OK。オアはまたは、安いまたはうまければ OK。安いならまずくても OK だし高くてもうまければ OK。X オアは A か B、ランチセットメニューのドリンクの立ち位置。コーヒーか紅茶のどちらかをお選びください。両方はダメだし選ばないのもダメです。なんか腹減ってきた。これが飯テロだな。そんなあなたのためにチャット GPT さんに数字で図にしてもらいました。1の部分がスイッチオン状態となります。アンドの場合は A と B 両方オンならリレー先がオンになるって感じかな？まあわからんかったらチャット GPT さんに聞いて。AI に丸投げの説明ベタなビーバーノーであった。気候ステーション、時間を早めるのはできるけど、時間を遅らせる場合はどうするのと重いクロノメーターを設置。これは開始時間と終了時間が設定できる施設な模様。あと労働時間とも連動できるようだな。労働時間と連動するならこの製品版で追加されたクラッチと連動させれば、労働時間外だけ娯楽施設を稼働させるとかも可能になるね。工場が止まってる時間帯の動力で動かす感じか。まあまだ動力使う娯楽施設ないよ。私がやろうとしてた1時間遅らせるの設定は、このタイマーを使う感じかな？うわなんかメニューごちゃついてる。使い方は書いてあるけど正直こんなん初見じゃわからんわい。多分何かを起点にタイマーを起動させてその結果〇〇が起こってそれを感知してリセットする機構か？パルスにオシレーターにアキュムレーター、ビーバー界で電子工作でもさせる気？こりゃくるみサイズのビーバー脳の手に余る代物だな。続いてインジケーターを設置、テストランプに良さそう。なお、こちらはランプがつくだけでなく画面の端にピン止めすることも可能です。換気と汚水機の予想ボタンを作ってどちらか片方を押し、実際に来た時にリレーで判定してインジケーターで表示する。そんなミニゲーム程度なら私でも作れるかな？それ面白いのか？ガム噛んでる方がマシ。くさーなどと自動化のシステムで遊んでたらビーバーの数が増えまくり、無職が33匹もいるよ。とりあえず2運びでもしとれー。ビーバーイーツ本社機能移転。よし換気が終わるぞ。換気明け1時間後にライトがつくシステムをテストだー。いいのー。ちーのー。はい実験失敗です。1時間待たずランプつきました。畜生ー、あんなん初見でわかるかー。アナログ親方怒りのトリプルダイナマイト。糸かなし。完全自動化のハイテクビーバーへの道は遠かった。では自動化の複雑な使い方はわからんなぁと頭を悩ませつつ、建設途中の湖畔の住宅を見つつ今回はここまで。ちょっとでも参考になったと思っていただけたら、グッドボタンハイプ、よろしくお願いいたします。花粉症が和らぎます。ジップラインを導入しビーバーの移動効率を大幅にアップさせ、開発速度をさらに加速させることに成功したレイム。しかし自動化システム導入は道半ば、続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。